こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。前回のね、占いの動画を出したり、マヤ暦のこととかね、出したと思うんですけど、かなり反響があったというか、やっぱこういうスピリチュアルが好きな人は、一度は通る道というかね、そういうやっぱり深く人を理解したいなって思ってる方とか、自分のこととかね、そういうところに興味があるっていうのはね、結構共通してんじゃないかなって見てたって感じね。コメントもねたくさんいただいてありがとうございます。全部目通してます。ちょっとね見たよマークとかはちょっとつけもうあんまりバタバタしちゃってね、でも全部見てます。それで共通してる感じのさ、例えば動物占いが狼だったりさ、狼の中でも放浪の狼の人もね結構いて面白いと思って。そうみんなやっぱりさ、私たちってグループソウルが一緒なんですよね。だ似たようなところがあるっていうのかな。同じようなことに興味がある人がやっぱり集まってるんだと思うんですよ。でこのグループソウルって何かっていうと、ハイヤーセルフいるじゃないですか。ハイヤーセルフの上のオーバーソウルとかさ、あとこのモナド、12次元のモナドとかって言ったりするんだけど、そこのだからこう地球で見た時に地球の中でも何種類かのグループがあるんですよね。スピリチュアルに興味がある人はこのグループとかさ、こういう全然目覚めたくない人はこういうグループみたいな感じで、こうグループがあって、そこのグループからの中に多分私たちみんな入ってて、でそこの中から情報を取ってるんですよ。同じところから、そのグループソウルの中から、集合意識みたいなところだけど、そこから情報を取って、こうピーンとさ、自分でこう毎日生きてますけど、全部みんな結局つながってるけど、ちょっと分かれてるんだよね。そうでそこが情報を取るところがみんな一緒なんですよね。だから同じようなタイプだったりするんじゃないかなって見てて、やっぱ面白いなって思ってますね。だからやっぱりさ、違いはないんだよね。私とかやっぱりさ YouTube とかやってて、少しこうちょっと発信力が出てるから「あきこさんすごい」みたいにさ、よく最近言われること増えたんだけど、やっぱ普通なんですよ。みんなが盛り上がってくれるたびに盛り下がっちゃうっていうかなんていうの、冷めてんだよね、すごい。なんていうのかな、変わらないから自分がね。結局なんていうのかな、普通なんだけど、普通の人だってこう発信力が出る時代なんですよね。そうだからこう違いは全くないっていうことですね。自分とね、私とあなたは本当に同じでつながっていて、そしてなんていうのかな、やっぱり創造主そのもの、みんな一人一人そうだっていうことですね。本当そういうことに気がつく時代ですから、この人がすごくてこの人はすごくない、私は全然ダメとかさ、そういうことをやる時は終わったっていう感じだよね。そうだから私も今、発信力が出て、私みたいな人が発信力出る時代なんですね。普通の人、これからも本当に普通だっていうことだけを、もしね私に会ったとしたって普通なんですよねあ、どうもみたいな、普通なんです結構びっくりされるかな、普通すぎて。てか普通だもん本当に。そんな感じですね。みんなちょっと静かにしてもらえますか。すいません。仲良くやろうね。ありがとう。サンキュー。でね、そうでね、今日マヤ暦のさことをこの間話したと思うんですけど、結構いろいろマヤ暦やってますっていう方から連絡もらったりして、ありがとうございます。マヤ暦はね、これね本当にすごいなと思うんですけど、波動を整えてたら学んでみようかな。なんかちょっともうちょっと深く理解したいなと思ったけど、本だと理解できないからどっかで学んでみようかなと思ったら、これがさやっぱりすごいなと思ったんだけど、私が一番最初にさこうブロック解除を習ったゆっけいさんっていう人がいるんだけど、その人がマヤ暦やってたんだよねなんかもうあれみたいな、マヤ暦じゃあゆっけいさんから習おうみたいな感じで、またマヤ暦をちょっと学んでみようかなっていう感じになったっていう話ね。でマヤ暦ってこれってさ、やっぱり結局引き寄せというか、そういう声かけてもらったのもそうだし、
ゆけいさんから習いたいっていうさ、それがもう本当にまたシンクロですよね。あっという間にもう実現しちゃって、あっという間にそれをさ勉強することになってみたいな。これをどう使うかはよくわかんないんだけど、深めることになったって話ね。うん。波動を整えてるとやっぱりこうやって一番ベストな人から一番でピンとくるんだよね。いろんな人から声かかるんだけど、ピンときた人からやっぱ私は行動するから、そうもう一番ベストな人ね、私の本当恩師みたいな感じだから、本当受けられるの嬉しいなっていうのと、やっぱりなんていうのかな、普通に本読んでさパッとできる感じじゃないというか、やっぱり体系的に学んでみたいなと思ってたから、嬉しいよね。だから最高なまた情報が来ましたみたいな感じ。波動にね、ヤギ見てぼーっとしたりさ、でこうやってなんていうのかな、日常天気が今日はいいですけど、風が気持ちいいなーってさ、こうやってやってることが要はそういう情報が来るんだよね。わっとさ、わっと来てわっと来てピンと来てみたいな感じだから、やっぱり自分であんまり動かないんですよね。ピンときたら動く、それが一番最高なものが来るっていう、なんか分かりやすい例が来たなっていう感じです。マヤ歴やってる方から結構声かかるんだけど、こういうなんて、私もやってます私もやってますみたいな感じで Facebook とかでももらうんですけど、ちょっと多すぎるから、すいませんなんか私はただちょっと自分が興味あるだけだから、そんな感じです。でマヤ歴のなんかなんだっけな、誰かがマヤ暦のやつを、考えたというかさ、そういう英知、もともとのマヤ暦から今変化してるみたいなんですね。でその何人だったっけな、何人かの人がなんかそういうのを作って、でそれをまたそのなんて変化した状態が今の状態みたいなんですね。でだから昔のマヤ暦と違うからとか、そういうなんていうのかな、いろいろこう形が変わってるから、元のものみたいなのが一番正しいみたいな感じでやってる人もいるっていうちょっと情報をもらったんだね。でこれに対して私が、エネルギー的に見た時にやっぱ変化するものだと思うのね。どんなものも人のエネルギーというかさ、霊気だっていろいろ変わってるわけじゃないですか。もともとの薄い霊気っていうのが、その薄井さんがさ、なんていうのかな、サナートクマラから、啓示を受けて薄い霊気っていうのをね、広げたと思うんだけど、いろんな霊気もライタリアン霊気になったり、なんだっけ、アーユルベーダ霊気とかあったななんかすごいなと思って、何でもあんだなみたいな。そういろんな形に変化するのが自然なことだと思うのね。だからマヤ暦だっていろんなものに変化するのが当たり前だと思うし、で、特に日本っていうのはさ、変化するのがうまいんだよね。これって結構宇宙の英知を使ってて、なんていうのかな、独自のものにしちゃうんだよね。独自のこれってなんかだから表現の自由みたいな、表現の幅みたいな感じなのかなと思うのね。アートみたいな。そのもの、例えば字からさ、字をさ、なんていうのかな、アートみたいにしちゃう龍文字とかさなんかあったりとか、絵みたいにしちゃったりとかね、絵を字にしちゃったりとか、よくわかんないけど、なんかそういう感じでもうやっぱり表現するのが宇宙だから、形が変わるのは自然なことだし、でそれがなんか独自の形になっていくっていうのも、それも楽しいことだと思うのよ。だからそういうなんか誰が最初で誰が何でね、それじゃないものは全部いけなくて、これはあれでとかさ、そういうとこにこだわってる人のエネルギーの方がなんとなくこう滞ってる感はあるなって、ちょっとこうブログとか見て、何でも分かんないよ、私から見てエネルギー的に見てって感じかな。変化するのが自然だし、受け入れていく、溶け込ましていくじゃないけどさ、なんかそういう感じになるとすごくいいんじゃない。マヤ暦だって素晴らしいものだし、で変化して一番こう分かりやすく今伝えてくれてる人たちがたくさんいるのかなって思うから、そこをいい具合にうまく利用していくといいと思うし、そういう感じで言ってる人たち
やっぱどんな業界にもいると思うんですよね。これがいいあれがいいじゃないけど、だけどこう否定するというよりも変化するのが自然なことだし、それがまあルールに従うのは必要なのかなと思うんですけど、変化するのがまあ普通なことだし、しかもそれがまあよりよく発展、人のエネルギーによって、要はその日本人で結構宇宙の英知っていうのが私たちの DNA の中に結構入ってるんですよね。なんだっけ、ヨシさんと撮ったスターシードの動画の中で、私ちょっと言葉間違えちゃったんだけど、最後にできた宇宙人って言ったんだけど、最後にできた地球人なんですよね。最後にできた地球人って言われてるんですよ、日本人っていうのは。だから私たちの中には、DNA の中に宇宙の英知が結構入ってるんですね。調和とか融合っていうことがすごく得意、やっぱり。感覚でやっちゃうんだけどね。そういう感じで変化するのがまあ自然なことなのかなって思っています。そんな感じね。あとブログの中でゆるゆる波動講座っていうさ、なんて今年の、年始にこうプレゼントみたいな感じで、私がいつもどうやって波動を整えてるかとか、この動画を参考にしてますみたいなその自分でまとめたものがあって、でそれをねブログの下に貼り付けてるんだけど、いまだに結構その見てくれる方が多いみたいで、すごい面白いって言っていただくんですね。でその中で言ってることなんですけど、例えばほら私が日常さヨガとか瞑想とかっていうのをさやっぱ全然やらないんですよね。びっくりするぐらいさ、こんななんかこういうことやってるし、アキコスピリチュアルとかさそんな名前してるくせにさ全然スピリチュアルやってないっていうなんかスピリチュアルというかさ、瞑想とかっていうのもちょっとやっぱりずっと座ってられないっていうか、ぼーっとはしてられるんだけど、これが瞑想なのかなっていう。瞑想っていうとなんかちゃんとやんないととか思いますけど、ぼーっとはできるけど瞑想はやってないってやつね。あとはほらヨガでさ、なんかこういうポーズとかあるじゃん、こんななってね、こんなのってやるポーズとかあると思うんだけど、そういうのも全然こう意味が分かんないというか、体もめちゃ硬いし、やる意味が分かんないっていうやつねなんか無理なんですよ。何回か習いに行って、やっぱりインドだしさ、インドに住んでるし、なんかインドに興味あったしさ、だから私もそういうのをこれからね昔さヨガのインストラクターになろうかなとかさ思ったことあったけど、全然やっぱ続かないんですよ。やりたくないんだよな自分が。そういう感じで、だから全然やっぱりこうなんていうのかな、やりたい、一般的にさそういう道をたどりがちじゃない。瞑想じゃあスピリチュアルを極めるために瞑想しなくちゃとか、やっぱりヨガもやんなくちゃとかさ、スピリチュアルになるために浄化みたいなさ、いいんだけどね、いいんだけど、自分がどうなのか、今どうなのか、今興味があるかとかさ、やっぱりそういうとこに従ってるっていう感じなんですよね。そうするとやっぱやらなくていいことがやっぱすごいたくさんあるっていうことですね。自分にとってどうかっていうことだけ見てるから、一般的にこの人がこうやって辿ってきてるから同じようにやった方がいいのかなって思いがちですけど、意外とやっぱりやらなくていいことが多いし、そこになんていうのかな、がんじがらめになってる自分がいたりするんじゃないかと思いますので、今の旬な自分の気持ちに正直にいるっていうのがすごい大事だと思いますね。そうだな。だから日常本当にさ、私やってることっていうのは本当にシンプルなんですよね。波動を整えることだけなんですよね、やっぱり。あとオーダー出すこと、あとはだからね、このマヤ歴のゆきえさんから習うっていうのもやっぱり来たインスピレーションに沿って動く。でもこれをねいっぱいいろんなものあれもこれもみたいな感じはやっぱやらないんですね。なんていうのかな、あれもこれもって思った時はやるかもしれないけど、それよりもねすごいやっぱ重視してるのは波動を整えるところなんですよ。だから波動を整えることが好きなことだったらいっぱいいいんだよね。のんびりが好きだからやっぱりのんびりが9割ぐらいになっちゃってるね今。半日寝てたもんね今日もゴロゴロ。また寝てるよって言われてまた寝てるよって。寝すぎてもさなんか夢が
夢なのか現実なのか分かんなくなってきちゃった最近そんなことばっかやってますからね。これはこうやってやってるのはなんかね本当にこう怠け者みたいですけど、実は自分の願望実現のためであり、これがまあ未来の自分のためであり、今の自分のためでありみたいな感じなんですよね。良くなりたいから、もっともっと良くなっていきたいから、今やりたいこと、眠い寝るみたいな、それでいいんですよね。そうそう、寝ちゃった、これやらなくちゃいけなかったのにとかさ、私前もやったり、そういう人いると思うんだけど、今何やりたいかっていうことだけやってればいいですから。今動画撮りたいと思って私は今撮ってるし、今結構例えばお昼ご飯食べたあたりだから結構バタバタする時間なんだけど、急に撮りたくなっちゃったんですよね、動画がだからみんな黙ってみたいな感じで今動画撮ったりすんごいわがままなんですよね、だからね。でこの後にまた多分この椅子座ったままこうやって空見ながら1時間ぐらい多分歌でも歌おうかなみたいななんかそういうのんきなことばっかやってたよね。これなんか何やってたって感じですけどね。これが要はこうやって自分が心地よくいたり、能天気で楽しくいることが、これが自分のためでもあって、明日のためであって未来のためになって周りも良くなっていくことなのかなって思ってますから、そういう感じでやってます。本当に私って普通なんですよね。そしてみんなも普通というか、みんな一人一人が創造主そのものですから、それに気がついていくこと、普通あの人がすごくてあの人がすごくないっていう時代は本当に終わったなと思いますね。どれだけだから本当にどれだけ普通のその視点でいるかっていうのも、私もなんかそこはすごい大事なんですよ。自分にとってなんていうのかな、こうやって拡大していって天狗になりそうですよ。こうなりそうなさ、昔の私だったら多分私だけがみたいなもしかしたら思ったかもしれないけど、もう散々な目にあったから、もう一回死んでるからもう全然天狗なんてもうならないんですよね。そういうことの苦しさっていうのも分かってるから、なんて言うんだろう、そういうエゴの中に入り込んだ世界っていうのはもうこりごりいらないですね。そんな感じですはい、またなんかね気づきになればいいなと思って撮りました。はい、ではまた撮ります。